東京都 NPO 法人都市住宅とまちづくり研究会杉山昇さんです。テーマは被災者主体の新しいまちづくり。この話は東松島市の集団移転のお話です。新しい町と言っていますけれども、新しい町は580戸の相当大きな団地です。市内の7カ所に集団移転先ができるんですけれども、その中でも一番大きな団地かと思います。東松島市はですね、人口が4万3000人くらいだったんですけれども、1100名以上の方が亡くなったり行方不明になったりしております。そして残された皆さん、つまり被災者の皆さんのご家族、ご親戚、ご近所の方、亡くなった方多いんですけれども、その被災者の皆さんは、生かされた私たちは亡くなった人の分まで幸せに生きなければいけないというようなことをいつもおっしゃっています。そういう意味で集団移転の新しい事業を皆さんが主体で行っています。ちょっと見えにくいんですけれども、これ東松島市で被災したところが色のついたところなんですが、上の方に黄色い枠がこれ見えないんだそうですがあるんですが、それがこのちょっと拡大図なんですけれども、被災したところ、この辺海岸からはおよそ3キロぐらい入ったところに移転することになります。で、東松島市と私ども NPO 都市住宅とまちづくり研究会の関わりについては、ちょっとここにありますように、2011年の6月から始まって、いろんな作業を、市とのご縁ができて実施をしております。そんな中で被災者の皆さんがまとまって新しい町を作るため、つまり集団移転を進めていくために協議会を、まちづくり整備協議会を設立をいたしました。でその設立に至るまでも結構懇談会をやったり、ワークショップ、みんな井戸端会議って言った方がいいと言ってるんですけれども、ワークショップをやってみんないろんなどんな町を作りたい、こんなことをやって進めていこうというようなことを行いながら、2012年のつまり震災の翌年の11月21日に協議会、東大和駅北地区というところに移転しますので、そのまちづくり整備協議会というのを作りました。今はですね、みんなで名前を付けましょうということになって、次のページを見ますと、新しい町の名称選考委員会っていうのがあるんですけれども、ここで、みんなから募集をして、いろいろ投票をしたりしてですね、で新しい町は葵という地区になりました。ですから葵地区まちづくり整備協議会ということに名前が変わってきております。協議会にはここにありますように、最近できた自治連絡協議部会という部会を10番目にしてですね、いろいろな自分たちでいろんなことを検討する組織を作っております。まずいろいろいくつかありまして、ずっと言ってると時間がありませんので、申し上げますのは、一つ目は宅地公共施設計画検討部会というところで、地域コミュニティの再生っていうのは大事なことだねっていうことと、それから大きな道路である都市計画道路だけに面する宅地はやめましょう。南北に長い宅地の途中に自転車や歩行者が通れる道を作りましょう。なんかそんなこともワークショップをやりながらいろいろ検討をしていって、この部会でまとめていくことになっています。例えば、ここに緑色の線があるんですが、これはその歩行者自転車用の通路なんですが、
当初の市の計画ではここはありましたんですが、あとなかったんですね。そうすると南北にとても長い街区なので、これではちょっと通行が難しいねという、こんなふうに回っていかなきゃいけないねという議論がありまして、じゃあこことこことここにつけようというようなことをみんなで検討して、宅地面積、自分たちの宅地面積は減るんだけれども、少し便利にしようと、使いやすくしようと、暮らしやすい街にしようというようなことで、みんなで検討をしております。で、これは区画決定ルール検討部会ということで、先ほどの宅地の中にどうやってみんなでどこがいい、ここがいいというのを決めていくかというようなプロセスをちょっと表しているものなんですけれども、中には声の大きい人が俺はここがいいみたいなこともいるんですけども、でもいろいろ調整をしながらみんなで、例えばここはこの区画を希望する人が並んでますけども、決まったら赤いマークをつける、希望を出して話し合いをして決めていくというプロセスをご自身皆さんで、被災者の皆さん自身でやっておられるということです。で、時間がなくなりましたんですけれども、街並み検討委員会というところではですね、どんな素敵な街並みを作ろう、せっかくあんな大きな団地に住むんだからきれいな街並み作ろうじゃないかと、暮らしやすい街並み、安全な街並み作ろうじゃないかということで、県内の団地を3つほどみんなで視察に行って、その後またワークショップをやってみたいなことで決めてきております。で、災害公営住宅に入る方についてもこんなふうにみんなでまたいろいろ議論しながら、はい、入る場所、入る住戸を決めていきました。ですから皆さんの希望に沿って決めていくっていうやり方をとっております。で、いろんなことをお知らせするのに広報部会という部会がありまして、そこでまちづくり通信をもう19号まで出していますね。で、この11月に、47世帯が先行入居するんですけれども、そうするともう組織をきちっと作っていかない、将来の自治組織ということで、こんな組織にしましょうということがもう決まっています。で、これ最後なんですけれども、協議会は550世帯ぐらいなんですが、そのうちの53世帯が役員、それから部会員とかいう形でなって、大勢の方がこの事業を自分たちのまちづくりという意識のもとに一生懸命進めております。今後ともですね、部会、役員会、そして必要に応じてワークショップをやり、総会でいろんなことを決めていくという進め方をしていこうということになってございます。